にちは。今回は瑠璃の宝石第6話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。瑠璃やるじゃん。瑠璃だんだん賢くなってきたな。立派な研究者志向になってる。サファイアは本当にあったんだ。こいついつもすごい発見してんだ。石以前にたくさんの虫に出会いそうなんですが、虫は虫だ。こんなに取れるの。こんなに見つかるものなのか。これ論文書けるよな。白論余裕やろ。サファイアで人儲けしないの？日本でこんな簡単にサファイア見つかるもんなの？簡単じゃないじゃん。川を調べまくった結果じゃん。これはローカルニュースで出る。これが竜の骨だと思ったのか。前みたいな物欲丸出しじゃなくなってる。データの重要性にも気づいたしな。物欲がきっかけではあるけど、探索と研究に興味を持って健全な成長をしたような感じか。 JK なのに大学の研究室に入り足りすぎや。ゲスト ID カードとかもらってるだろうね。もうちっとだけ続くんじゃ。俺たちの調査はこれからだ。いい最終回だった。来週から2期か。瑠璃ちゃん将来が楽しみやな。この子高校生だよね。大学でこの研究室選んだら優先してもらえたりするのかね。元の成績がどうかな。そりゃ院生2人が推薦してくれたら論文の実績もあるし、大学に入れれば。ぶっちゃけ論文の共同著述者に入る活躍してるから。地味ながらハイクオリティな話だった。瑠璃ちゃん飛び級で博士号ゲットしそうな勢いだな。凪の指導がないと道に迷う。田中宏典コンテ演出か。次回から何やるんだよ。サファイアってこんなに埋まってるものなんだ。今度掘りに行ってみよう。集めて何に使うんだ。うこれは勝手に取ってもいいものなの？ここの土地の所有者のものやで。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。ほっぺた傷だらけになって風呂でも大そうだな。こんなでかいと数百万くらい儲かるぞ。そうでもない。これニュースになるレベルでは。掘り下げ方が完全にブラタモリ。専門家いると旅行とか楽しいんだろうなっていつも思う。この大学に推薦で入れるレベルだろ。群馬大じゃないよ。今日見つけたサファイアって売却するといくらくらいになるんだろう。原石は結構安いよ。加工が大変。おっぱいさえなければマジで NHK いけるな。精霊の守り人もムチムチだったから余裕でいけるでしょう。これなぎさんのスタイルがエロいだけで割と真面目なアニメなのでは。男のいない世界だから安心して見れる。こんだけ入り浸って教授とか出てこねるの。有無の調査ではそこにはなかったっていう証拠も重要だよね。ミスをごまかしたりしない瑠璃も立派。調べたつもりになるって信頼できる記録だけがっていう陽子なぎの言葉には重みがあったな。いやもう完璧だった。ものの調べ方考え方の説明としてちゃんとしてる。瑠璃のこと教授に話したら学校に指名で推薦の話が来てもおかしくないレベル。地道な研究にこそポジティブハートが必要。ミスをちゃんと言える瑠璃ちゃん優秀。俺ならなかったことにしてる。サファイアはあります。ちゃんと記録取る。偉い。違和感に気づく。偉い。自分で見直して間違いに気づく。偉い。正直にすぐ謝る。偉い。これ大人でもできないやつ多いからな。本当に偉いよ。ミスを報告できる空気も大事なんですよね。報告するときに未熟な人たちばかりがいると数回やって言っても無駄だから隠すかってなるからね。瑠璃ちゃんの成果と確認ミスを修正できる自分と周囲の信頼があってこそのサファイアにたどり着く奇跡は奇跡を見てるようだ。瑠璃のバツマークのミス見ちゃうと方眼付きノートの便利さに感謝する。調べたつもりになるのが一番怖い。何事にも通じる教訓。今日も面白かった。妖怪とかもそうだけど科学を知らない過去の人たちが自分たちの手の及ばない自然現象を何とか知っているものや想像上のものに当てはめて理解しようとするのは世界中どこにでもあることだよね。清流サファイアはロマンのある
素晴らしい。スザクルビーリャ古代や玄武エメラルドコーリュートパーズも行ってみようか。清流の王は本当は緑色だけどね。サファイアも青だけじゃないしな。ハックツーンの高い瑠璃ちゃんは天職かもしれん。ゴッドハンド疑われちゃうレベルでラックが高すぎる。伊万里さんは凪さんのケツにぶつかるシーンすごく H でした。落とし穴はカラーほど落ち葉堆積してるほど誰も踏み入ってないのか。企業協力。オリンパス、よし。在庫の顕微鏡のパッケージにメインキャラ投与をして売ろう。続行と転生するのは左によりだ。もう瑠璃ちゃんは理系大学に進むしかないね。今回の話が趣味と学問との分岐点だった気もする。素晴らしい以外の感想が出ないお話の作りだったわ。瑠璃ちゃんはサファイア探索の先に何が続き何を見るのか楽しみだ。今回もまた一段と成長したな、瑠璃。サファイア編。カン、これもう最終回だろ。ポニテ娘はいつ絡んでくるんだ。石を見て昔は伝説を作り、凪さんは地球規模のストーリーを仮説立てる。瑠璃ちゃんは何を見つけたんだろうか。瑠璃を引き込んでいるのは宝石だけでなく凪さんの接し方。サファイアが目的だから倒木はスルーするわけだけど、倒木の中に黒いダイヤと言われるオオクワガタがいないか気になってしまう。サファイアが竜の骨に見えるか。なるほど、面白いね。自分もアニメの先に地球の力強さが見えました。面白かった。好きなことに夢中になるのいいね。前は面白いな。しっかりサイエンスものしてて面白い。最近のアニメの中ではテーマの素晴らしさが突出していると思う。瑠璃が自身のミスをリカバリーし、みんなで目的を達成、成長する様がテンポよく描かれており見ていて心地よい。自然描写の美しさが作品の質を上げているところにも注目。宝探しのようなワクワクのサファイア発見会。見落としの怖さと瑠璃がしっかり積み重ねた調査が実を結ぶところを1話にまとめて味わえる気持ちよさ。伝承の謎解きも楽しいだけじゃなく、石の向こうに何を見るかを問いかけてくるのもこの作品らしい。民族学の分野にまで踏み込んできたぞこのアニメ。専門家がいないから撫でた程度だとは思いますが、瑠璃がもう一角の研究者みたいになってきましたね。夏休みの自由研究とかで発表したら何か賞もらえそうだよ。調査研究に限らず過信はミスを招く。だからこそ自分に見えていないものがあるかもしれないと、ノートを見返した自覚できた瑠璃に成長を感じた。また先人たちがサファイアの向こうに清流を見ていたという歴史に、果てしなく広く終わりのない石の世界、魅力を見た。瑠璃がサファイアの不在に歓喜する場面から始まるのがいいんですよね。以前の瑠璃ならサファイアが存在することに即時的に喜んでいたはず。それが今やサファイアに至るまでの学問的推論、そしてサファイアの向こうに広がる世界への洞察を得るようになった。なんでちょっと見ただけでわかるのかなという問いに、ずっと見てたからだよという凪さん、本当にかっこよいよな。瑠璃もずっと見えてたよなと隣に座るシーンも良いね。宝石の美しさとともに語る言葉が心にしみる作品だな。積み上げた検証結果から一つ一つロジックを組み上げて、サファイアの交渉を絞り込んでいく過程がまさにミステリーのようなロジカルさで、謎解きを見てるかのようなワクワク感。研究と謎解きは紙一重なんですね。研究における大切なことが詰まった良き回だったのです。自分のミスに気づいて再確認し、正解にたどり着いてきちんと結果を残す。主人公と共に見ているこっちまで成長している気分になる。そして昔の人たちの考えや信仰にもつながる話の流れが実に面白い。本当にいい作品だな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。